はい。そして、この妙の、世界のですね、特徴は、今日の世界では、過去にとらわれた意識状態だというお話をしましたけども、この妙の、世界ではですね、今度未来に、比重が置かれている心理状態になります。はい。そうですよね。ワクワクして高揚して次に何が起こるだろうっていう、そういう、ちょっと高揚した、気分になってくるわけですね。はい。で、過去のことなんてもうどうだってええんじゃいって明るい未来のためにっていう風になってくるのがこの妙の世界なんです。はい。で、仏教でいう、その、色の世界、空の世界っていうのがあるんですけども、言ってみればこの、今日も妙もまだまだ色の世界ではあるんですけども、その色の世界を、すごく深刻に生きるパターンと、ワクワクして生きるパターン。はい。その違いが出てくるわけです。ちょっと考えてみましょう。過去にとらわれて深刻で緊張している状態の人、なぜそんなに深刻になってしまうのかというと、ね、不安が、出てきてしまうのかというと、この先何が起こるかわからないということに対して、その不安というものが、生じてくるわけですよね。で、これは未来何が起こるかわからないよ、不安だよ、というイマジネーションの世界です。はい、一方、妙の世界は未来に意識が置かれています。過去はもうどうでもええと。はい。で、なぜワクワクできるのかっていうと、この先何が起こるかわからないからなんですよ。ね、何が起こるかはもう分かってたらワクワクしないでしょ？はい。ということで、実はこの今日も妙もどっちもこの先どうなるかわからないというそのことに、関心を持って、それが過去に比重が置かれているのか、未来に比重が置かれているのかということで、この心理状態の違いが出てくるわけです。はい。そしてこの真ん中の線をね、境にですね、ここからいわゆる気づき、悟りの世界ということになっていくんですね。はい。ここではもう、いわゆるその非二元、私などいないということが、理解できている状態なので、はい。法則性がね、もう今までと全然違うんですよ。奇跡っていう言葉の意味が、摂理の運行として理解できている状態になるんです。どうも、この奇跡やミラクルっていう言葉は、突拍子もない、それこそ因果関係が見出せないものが突然現れて、急に救いの手が、みたいに見えるかもしれないけども、それも含めて全部摂理ですと。その摂理が、ここまで見えない世界のもので、見えなかったと。で、それが見える世界になるんです。で、そうすると、今まで自分が動いているだとか、いろんな周りに、恩恵を受けてるって思ってたけど、自他っていうものすらないのか、っていうことが分かってきて、すべては摂理という他力によって運行されている。ね。そしてそのね、この神羅万象の流れというのは無意。ね。何々のためにという目的がなく、この摂理のルールに乗っ取って動いているんだということがわかるんですね。誰かが動かしているわけでも、誰かに動かされているわけでもない。僕たちが摂理の運行そのものとして、こういう現象が起きているんだっていうことが分かってくる。はい。で、そこでは、因果応報でも思考が現実化するっていうことでもなく、その摂理によって起こるべくして起こるんだって。ね。もう、こうならざるを得なかったんだっていうことが分かってくる世界です。そして、私だとか、そういったことからも解放されているんで、心理的にはリラックスした平安の状態になっているんですね。そして、時間感覚としては、過去も未来も幻想であるっていうことが見抜いている状態ですので、心のあり方は現在に、置かれているわけです。
はい。そして、さらにこれが進んでいきますと、もう本当の完全な空。そこではですね、空といっても何にもないってことじゃなくって、ね、物質やその現象の現れとしては、まだ何にも起きてないとしても、そこに可能性が内在されている。その可能性のみの世界です。はい。その可能性が形を伴って現れた世界が僕たちが認識している、いわゆる式の世界なんですね。はい。で、そこでは可能性だけでまだ現象になっていないので、何も起きていないっていう世界なんです。はい。で、ノンデュアリティスピーカーもね、何も起きてないよって、起きているけど起きてないだとかっていう言い方するでしょ。その起きているけど起きてないってのは、このタオの全体像の話をしているわけです。はい。で、まあ、その、プラズマ状態、弦のまた弦になると、要は特定して、何かを捉えることができない世界ですね。そこにあるのは大安心。そして時間としては、永遠っていう感覚になっていくんです。そして、この今日、妙、弦、弦のまた弦という、この流れにおいて、物事に関わるという感覚から、徐々に委ねるという、方向に変わっていくということなんですね。はい、ここまで、ご理解いただけますでしょうか？はい、終わりじゃないよ。まだまだ、出だしだよ、これは。はい。で、まあ、関心がある方はちょっとついてきてください。はい。で、まあ、世の中にはたくさんのスピーカーがいるんですけども、書籍を見てもセミナーに行っても大抵の場合、このどこかの層に限定したお話が展開されているんですよ。一番、まあ、ちょっと前の、例えば自己啓発みたいな形でね、私をもっと高めて、いろんなまあ、お金を得たりだとか、パートナーを得たりだとか、良かれと思ったものをどんどん、まあ、獲得していきましょうっていうね、道、あなたには、ね、あれができるじゃないですか、これができるじゃないですか、というふうに、自力、努力を強いる世界ですよね。そこのスピーカーの方もいらっしゃいますし、もちろんその引き寄せの法則っていうことをお話しされる方もいらっしゃいますし、もうちょっと奥深いところでノンデュアリティをお話しされる方が出てきたりっていうことなんですけども、この層が全部分断されて話されちゃっているんですよ。その、ごちゃごちゃが未だ精神世界にはあるんですね。で、まず、そこを押さえていただいて、次、その気づきだとか悟りっていうのが何なのかっていうことを説明していきたいと思います。僕的には、この気づきと悟りは別物と捉えています。はい。それをちょっと説明していきましょう。はい。